皆さん、こんばんは。キリンです。今日も日本語でポッドキャストの回です。はい。ぜひね、料理をしながらとか、運転しながらとか、聞いてもらえると嬉しいです。はい。前回、ルーレットを回して雑談するというビデオを出して、ちょっと思いついたことがあったんですね。しりとりっていう遊びを知っていますか？しりとりは日本の言葉のゲームです。前の人が言った言葉の最後の文字で次の言葉を言います。例えば、猫だったら、子、子犬、ぬ、沼、ま、枕みたいな感じですね。でも、一つルールがあって、んで終わる言葉を言ったら負けです。例えば、リンゴ、ゴリラ、ライオン。はい。うん。そんなゲームがあるんですけど、今日はしりとりをしながら少し話をしていこうかなと思います。まあ、例えばね、猫が出たら、猫の思い出とか、好きな動物の話とか、そこから自由に話していきますね。はい。まあでもね、できるだけ面白い話ができる単語を思いつかないとダメですから、難しそうですけど、ゆるく楽しく話ができたらいいなと思います。うん、もしよかったらね、皆さんも一緒に次に来そうな言葉を考えながら聞いてみてください。それでは早速始めていきましょう。じゃあまずは一つ目の文字を決めなきゃいけないので、その文字はこのルーレットで決めますね。こちらのルーレットで。じゃあ回します。最初の文字はもですね。もから始まる言葉。そういえば、前のビデオも一番最初に出た文字はもでしたよね。その時に私が、思いついた言葉が、モノマネだったんですけど、覚えてます？モノマネ、コピーするっていう意味ですよね。もから始まる単語で、皆さんがあまりわからない、知らなそうな単語だと、目次とか、どうですかね。目次。本、皆さん読むのが好きですか？本最初に開けた時にタイトルと、その本の紹介があって、その後に何が書かれているかっていうふうに、何ページは何、何ページは何、何ページは何。あの部分が目次と言いますね。うん、本を買う前、私は結構本を読むのが好きなので、本屋さんに行くんですけど、まあ小説とかだったら、目次はあまりね、ないですけど、ちょっと難しいテーマの本とか、心理学とかね、哲学とか、あとは、啓発本とか、経済についての本とか、ちょっと難しい本だったら目次がありますけど、私はその本を買う前に、まず目次を見ることは多いですね。どんなことが書かれていて、気になる内容があるかどうか確かめますね。はい、目次。じゃあ次は字から始まる言葉ですよね。字、字、字から始まる言葉は、じゃあ
塾とかですか？塾は皆さん子供の時よく行きましたか？どうですかね？塾は、まあ基本的には、学校の勉強で、ちょっとわからない部分、苦手な部分がある人が塾に行って、特別にその塾の先生から教えてもらえる、そういう教室があるところですよね。私は、実は塾は、夏休みとか冬休みとか、あの、期間限定で行ったことはあります。それ以外では、ちょっと、部活動が忙しくて、行く余裕がなかったので、中学生、高校生時代は塾はあまり行かなかったんですけど、数学が一番苦手だったので、数学と、あとは国語、国の言葉、日本語ですね、を教えてもらうために、夏休みと冬休みの期間限定で塾へ行きましたね。うん。最近は子供もね、どんどん少なくなってるので、塾の経営もね、難しくなってきてるでしょうね。はい。塾。皆さんは塾の思い出ありますか？ちょっとね、やっぱり学校が終わってからまた塾で勉強するのは大変ですよね。OK。じゃあ次は空で終わったので、空から始まる言葉ですよね。なんか、靴とかは簡単だから、ちょっと意味ないので、もうちょっと難しい言葉で、空から始まる言葉、何があるかな？く、この単語は難しいかな？簡単かな？どうでしょう？黒字という言葉、皆さん知ってますか？ビジネスの言葉です。黒字と、もう一つ赤字という言葉があって、黒字だったら、その会社が、儲けたお金、入ってきたお金と使ったお金を計算して、まあ、もらったお金の方が多かった。その分、黒字と言います。けど、赤字だったら、使った分のお金と入ってきたお金、収入を計算したら、使った方が大きくて収入が少なかったので、この分が赤字っていう、ちょっと経済の難しい言葉なんですけど、この単語で私が話したいことは、日本にはたくさんテーマパークがありますよね。一番やっぱり人気なのはディズニーランドかな。ディズニーランドと、あと USJ がありますね。他にもムーミンのテーマパークとか、最近はポケモンのテーマパークもできましたよね。でも、テーマパークの経営って本当に難しいそうですね。昔私がテレビで見たとき、黒字のテーマパークは本当に少ないって、ほとんどのテーマパークが赤字だって聞きましたね。そう。で、日本でも黒字でずっと続いてるのは USJ っていう情報、ちょっと今はどうなるのかわからないですけど、はい。USJ はすごい、あの、成功してるみたいですね。はい。ちょっといろいろ厳しくて、経営が難しくて、あの、閉園してしまうテーマパーク、うん、日本では最近ちょっとどんどん多くなってきてるんですけど、皆さんの国ではどうですかね？テーマパーク。
どん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 新しいテーマパークってできますか？なかなかね、黒字を出すのが難しいそうですね。はい。OK。じゃあ次、また字になってしまいました。また字になってしまいましたね。さっきは塾でしたよね。じゃあもう一回、字から字がつく単語で、なんだろうな。蛇口とかどうですか？蛇口。蛇口は漢字はね、面白いですよ。蛇の部分が蛇、スネークね。で、口が口。だから蛇の口って漢字で書いたらそうなるんですけど、意味は全然蛇は関係なくて、水を出すとき、水道ですね。水を出すときに、ここ回す部分で水が出る部分、あの部分は蛇口って言いますね。面白い単語だと思いますけど。はい。蛇口のテーマで最近はでもこう回すタイプじゃなくて、こう自動でね、家の中でもありますよ。キッチンとかで、こう手をね、こうタッチして、タッチしなくてもいいね。センサーでこうパッて水が出るタイプのね、蛇口もありますね。すごい高いかもしれませんけどね。はい。蛇口ね、最近は、まあだんだん暖かくなってきましたけど、冬の時は本当に水が冷たすぎて、手が洗えないぐらい冷たいんですよね。もう、骨が痛くなるぐらいまで冷たくて。だから、もったいないんですけど、お湯が出るまでちょっとしばらく待ちます。本当に寒すぎて、冬のね、蛇口から出る水は、ちょっとね、我慢できないですよね。うん。はい、じゃあ次は、ちから始まる単語ですね。ち、ちは地平線がいいかな。地平線は英語で horizon ですね。日本は狭いのでね、なかなか地平線がある場所、見られる場所、ちょっと少ないのかな。北海道だとね、地平線は見られるでしょうね。大きい広い空と、どこまでも続く道の、景色ですよね。逆に、船の上に乗っているときは水平線って言うんですけどね。はい。地平線でテーマはちょっと難しいな。そうですね。私はちょっとサッカーが好きなので、今年、アメリカでワールドカップが行われますけど、今回のその日本代表のユニフォーム、ユニフォームがここに水平線、多分水平線、地平線かな。デザインが、そう、ホライゾンのデザインですとあって、まあすごいかっこいいんですけど、もしね、あの、ワールドカップを見る機会があれば、そういえば先生なんか地平線、水平線の説明をするときに、サッカー日本代表のユニフォームの話をしてたなーっていうふうに思い出してくれたら嬉しいです。うん。あ、んがついてしまいました。やってしまいましたね。全然、今ここで気づきました。あはい。どうしよう。ちょっと、じゃあ、また、今日みたいなしりとりをしながら雑談が、面白いなって思ってくれた方は、ぜひね、第2回もちょっとやってみようかなと思うので、もしよかったらね、意見、コメント
くれると嬉しいです。はい。では今日は運がついてしまったので、ここまでにします。本当に、全然今気づきましたね。あの、よ予定通りではなかったんですけど、はい。まあ、そうです。まあ、10分以上話せたので、まあ、良かったかな。はい。じゃあ今日は終わりましょうか。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。